深く澄み渡る紺碧のナイル。黄金色に輝く砂漠。そこには4500年以上続く壮大な文明の記憶が息づいていました。前半は南部のリゾート地アスワンに滞在。アガサ・クリスティが名作を紡いだソフィテルレジェンドゴールドカタラクトへ。かつての王侯貴族が冬を過ごしたこの場所でナイルの風に吹かれながら悠久の時の流れに心を預けます。旅後半の舞台はカイロへ。窓を開ければわずか700メートル先にそびえるギザの大ピラミッド。2025年11月に開館したばかりの大エジプト博物館にも訪れ、未知なる至宝を巡ります。日本からエジプトへは直行便のビジネスクラスで快適に。大人のラグジュアリーエジプト。一生に一度のきらめく旅を。時刻は夜の18時前。成田空港第1ターミナル20時30分発のエジプト航空レム S965 便で出発します。カイロまでは約14時間の長旅ですが、直行便という贅沢が目的地への距離をぐっと縮めてくれます。ビジネスクラス利用のため、同じスターアライアンスの航空会社ラウンジを利用可能です。エジプトの翼であるエジプト航空はアフリカ、中東を代表するフラッグキャリアです。ANA と同じスターアライアンスに加盟しています。今回登場するのはエジプト航空の最新鋭機ボーイング787-9です。ビジネスクラスのシート配列は121のヘリンボーン式で、どの席からも直接通路に出られる機能的な設計になっています。垂直尾翼にも描かれているエジプト航空のシンボルは古代エジプトの天空の神ホルス。安全な飛行への願いが込められています。14時間という時間をどう過ごすのか。シートをフルフラットにすれば、そこはもう空の上に浮かぶプライベートな寝室です。ボーイング787-9ドリームライナーならではの湿度や気圧が最適に保たれた静かな機内。心地よい眠りに誘われ、目覚めた時には体の疲れがリセットされている。これこそがビジネスクラスの進化だと感じます。成田からカイロへの飛行距離は約 9600km。現在は中央アジアの国々を越えていく南寄りの航路です。あいにく定刻より4時間遅れての出発となりました。一時は欠航の可能性すらあるという情報も出ましたが、なんとか飛んでよかったです。今回は到着後の体調を万全にするため、夕食と朝食の2回の機内食はどちらもパスし、深い眠りに専念することを選びました。早速パジャマに着替え、リラックスモードです。
ビジネスクラスはノイズキャンセリング機能のついたオリジナルのヘッドホンが用意されています。アメニティはポーチの中に靴下、歯ブラシ、紙おしぼり、ボールペン、ブラシ、リップクリーム、ハンドクリーム、耳栓が入っていました。お水は 600ml で少し大きめのボトルです。12時間ほど熟睡し、あと何十分かで着陸態勢に入るというアナウンスで目を覚ましました。4時間の遅延のため、アスワン行きの接続便には間に合わず、この後空港の乗り継ぎカウンターに行き、11時間後の便に振り替えとなりました。航空会社から用意された空港近くのホテルに滞在し、休息します。朝食と昼食のブッフェも無料でした。国内線もビジネスクラスを利用のため、待ち時間は航空会社ラウンジで過ごします。短距離路線にもかかわらず、想像以上にゆったりした座席で嬉しいです。カイロからアスワンまでは国内線で1時間半。ナイルの宝石と称えられる街、アスワンに到着です。アスワン空港からはホテルに送迎をお願いしていました。ついに本日から3泊を過ごすソフィテルレジェンドゴールドカタラクトアスワンにたどり着くことができました。ソフィテルはフランスのアコーグループが展開する最高級ラグジュアリーブランド。その中でもレジェンドがついたソフィテルレジェンドは別格で、世界中に数あるソフィテルホテルの中でもこの称号を冠することが許されているのは世界でわずか6軒しかありません。1899年創業。時が止まったかのようなエレガントな世界。足を踏み入れた瞬間、宮殿さながらの風格とナイルの風が運ぶ穏やかな空気が私を優しく迎え入れてくれました。ソフィテルレジェンドゴールドカタラクトアスワンはエジプト最高峰のクラシックホテルです。高いドーム状の天井に繊細なアラベスク模様の装飾。ビクトリア朝様式の気品とエキゾチックな現地のスタイルが見事に融合した空間は、まるで王族の邸宅に招かれたような豪華さに満ちています。アスワンは昔からヨーロッパの王侯貴族などが避寒地として過ごす冬のリゾート地です。今回はガーデンビューのパレスプレミアムルームを予約しました。最も価格の低いスタンダードな客室です。11月から2月は気候が良く、観光のベストシーズン。中でも1月は世界各国から観光客が訪れるハイシーズンで、他の時期よりも料金はかなり高くなっています。インテリアには大理石や天然石がふんだんに施されており、高級感を前面に感じました。贅を尽くした建物ということが客室からも伺えます。今夜は早めに就寝し、明日また詳しくご紹介いたします。おはようございます。
なんて美しい朝なのでしょうか。1月上旬のアスワン、今朝の気温は20度です。ホテルの象徴ともいえるのが1902年に誕生したメインダイニングです。このレストランは1902年に完成したアスワンローダムの落成記念式典のために建設されました。高さ27メートルの壮大なドーム天井の下では、チャーチルやダイアナ元妃、ハワード・カーターといった歴史に名を刻むゲストたちが贅を尽くした晩餐を楽しみました。現在は宿泊ゲストの朝食会場としても利用されており、柔らかい朝日が差し込む中、かつての王侯貴族と同じ空間でゆったりと過ごす朝のひとときは、まさにレジェンドの名にふさわしい贅沢な時間です。時が止まったかのような静謐な空気の中で新しい一日が始まります。朝食は豪華なビュッフェ形式に加えて、卵料理などはアラカルトで注文が可能です。フランスのホテルブランドらしく、クオリティの高いパン類やインターナショナルなお食事はもちろん、一番の楽しみである現地の郷土料理がたくさん並んでいます。卵料理は北アフリカと中東エリアで親しまれている着手カというお料理をオムレツにアレンジされたものを頼みました。こちらのフールメダメスは古代エジプト時代から親しまれているお豆の煮込み料理です。ここでエジプトの基本情報をご案内いたします。正式名称はエジプトアラブ共和国。首都はカイロで、公用語はアラビア語。現在の人口は日本と同程度の約1億2000万人。国土面積は約100万平方キロメートルと日本の 2.7 倍の広さです。今回私が滞在するアスワンとカイロは 700km ほどの距離で、日本で例えると東京と広島くらい離れています。至る所に4000年級の遺跡が点在しており、圧巻です。ナイル川は一般的に教科書やギネス世界記録などで世界一長い川とされています。昔のナイル川は毎年夏になると氾濫を起こしていました。洪水が引いた後には上流から運ばれた栄養たっぷりの黒い土が堆積し、砂漠地帯の中に肥沃な耕作地を生み出します。この正確な氾濫周期を知るために天文学や数学が発達し、エジプト文明の基礎となりました。現在のナイル川では1970年に完成したアスワンハイダムのおかげで毎年の氾濫はなくなりました。ダムのおかげで乾季でも安定した農業と大規模な水力発電が可能になり、エジプトの近代化を支えています。エジプト旅行のベストシーズンは11月から2月の冬季。朝晩は少し冷えますが、日中は温暖でポカポカとした陽気が続きます。お正月休みをエジプトで過ごすという選択は大正解でした。とあるオーダーメイド旅行を手掛ける旅行会社が発表した調査では、2025年から2026年年末年始の人気旅先ランキング、2025年上半期海外旅行動向旅先人気ランキング、これらの2つでエジプトが1位になったそうです。
別の調査でも海外旅行先の増加率でエジプトが1位になったという話を耳にしました。一生に一度は見たい世界遺産を考えたときに、誰もがピラミッドやスフィンクスは外せないのではないでしょうか。日本から遠く離れたエジプトが1位になるとは驚きですが、実際に来てみてエジプトは非常におすすめできる旅行先です。旅行に来る意味のある国だと思います。お部屋に戻ってきました。きれいに清掃が完了しています。開業は1899年ですが、直近では2011年に大規模な改修が行われているため、施設全体がきれいです。アメニティなど細部にも心配りがあり、コットン、綿棒、歯ブラシ、靴磨き、爪やすり、カミソリ、シャワーキャップ、櫛などが用意されていました。皇族の邸宅に招かれたかのような重厚感のある空間です。本日はホテルの敷地から外に出てお散歩してみようと思います。アスワンは古代から続くヌビア人の文化が根付く町。ヌビア人はエジプト南部からスーダン北部にかけてのナイル川流域に古くから住む先住民族です。ホテルから歩いて20分ほどの場所にあるこちらの遺跡にやってきました。アスワンの街中にとんでもないお宝が眠っています。それがこの切り掛けのオベリスクです。目の前に広がるこの巨大な岩、実は一つの巨大な岩盤から切り出されている途中なのです。もし完成していれば全長は42メートル、重さは1200トン超え。古代エジプト史上最大のオベリスクになるはずであった、まさに国家級の超巨大プロジェクトでした。時代は今から約3500年前、有名な女性ファラオハトシェプスト女王がこの建設を命じたと言われています。しかし作業の最終段階でひびが見つかり、建設は中止されました。未だ石に鮮明に残る工具の跡など、古代エジプトの石工技術を間近に見ることのできる貴重な遺跡です。ホテルに戻ってきました。16時になると特別な館内ツアーが始まります。参加できるのはこのホテルに宿泊しているゲストのみ。ライブラリーに集まった数組のゲストと共に筆頭執事の案内で歴史の深淵へと一歩を踏み出します。ラグジュアリーという言葉だけでは語り尽くせない時の重みがここにはありました。壁に飾られているのは歴史的な写真やかつてここを訪れた VIP たちのポートレート。今回はウィンストン・チャーチルスイートへご案内いただきました。ウィンストン・チャーチルは20世紀のイギリスを代表する政治家です。ホテルは全面改修が行われていますが、照明や調度品などは当時のまま大切に使われています。ウ
ウィンストン・チャーチルがこのホテルに宿泊したのはダムの開通に立ち会った若き日の1902年。そして世界が激動の渦中にあった1943年にはプライベートで極秘滞在していたのだそうです。なお、第二次世界大戦中に行われた連合国側の回路会談は私たちが後半に宿泊するホテルで行われました。エジプトはナイル川、紅海、スエズ運河などを擁し、その地政学的な重要性から数千年にわたって多くの帝国と大国による支配や植民地化を経験してきました。紀元前4世紀頃からエジプト革命が起きた1952年までの約2000年間、ギリシャ、ローマ帝国、イスラム帝国、オスマン帝国、フランス、イギリスから順々に統治されていました。文明の十字路と例えられることも納得の非常に多様な文化の混ざり合っていることを感じます。早めのディナーをいただきにレストランザ・テラスへ参りました。アスワンの空がゆっくりと琥珀色に染まり始めます。ナイル川が最も美しく輝くこの瞬間、最高のロケーションでディナーの幕開けです。お料理のジャンルは地中海料理から地元のお料理までバラエティ豊かに揃っています。黄色いレンズ豆のスープ、ニース風サラダ、ジェノベーゼソースのスパゲッティ、ホテル名物のハンバーガーを注文しました。Say we've gone mad and lost our minds. Oh, who cares? 'Cause it's true. おはようございます。私にとって海外旅行の目的は普段経験できないことを経験すること、見たことのない景色を見ることです。このホテルからナイル川の景色を見たとき、エジプトに来て本当に良かったと思いました。まだまだ行きたい場所、見たい景色がたくさんありますので、今年も頑張っていきたいと思います。朝食をいただきにレストランへ参りました。好奇心がとどまるところを知りません。本日はホテルの対岸にあるあの島に行ってみたく、ちょっと頑張って冒険してみます。ホテルから歩いて10分くらいの場所に船着き場があるようですので行ってみましょう。イラミサホテルのカフェやレストランを利用すると、イラミサ島行きの船は無料で乗船できるということで行ってみました。ナイル川の風物詩といえば、この白い帆をなびかせるファルーカ。古代エジプト時代からその姿をほとんど変えることなく人々に親しまれている伝統的な帆船です。流れていく景色が新鮮で、いつまでも飽きることがありません。
リゾート内でゆっくり過ごした後、また元の船着き場に戻ります。今度は遺跡のある目の前の島に行ってみたく、船着き場で10ドルと言われ、交渉して5ドルで往復していただきましたが、すぐ隣の船着き場からは15ポンドでフェリーが出ていたことを後から知りました。一見、アフリカの田舎にある小さな島に見えるこの場所では、2300年前にはすでに地球の大きさが解明されていました。大変有名な逸話を残すエラトステネスの井戸です。毎年、ここでは夏至の日の正午に太陽が真上に来るため、井戸の底まで太陽の光が届き、影が消えることが知られていました。同時刻に約 800km 北にあるアレクサンドリアで棒を立てて角度を測ると 7.2 度だったため、360度分の距離、つまり地球の外周が約4万 km であると算出されました。この島の名前はエレファンティネ島と言います。その歴史は極めて古く、今から4500年前から町が存在していました。古代エジプトの南の国境であり、商業的にも軍事的にも重要な役割の島だったようです。エレファンティネ島にはクヌム神殿の跡が残っています。クヌム神とは古代エジプト神話に登場する創造神で、ナイル川の神です。古代エジプトの人々にとって地は人生の終着地ではなく、次の世界への旅立ちでした。彼らが信じていたのは終わりなき循環の物語です。天の輝きはただの光ではありません。東から昇る朝日と西に沈む夕日、ナイル川の氾濫と収束、永遠に繰り返されるサイクルは死と再生の象徴でした。この島を歩いていると、古代の人々の生活が想像でき、心から感動します。帰りも約束通り、船が迎えに来てくれてほっとしました。何事も繰り返す循環の世界に生きていた古代エジプト人は、人間は死んだ後にまた肉体と魂が再結合し、永遠の命を得て復活すると信じていたのです。膨大な手間をかけてミイラが作られた最大の理由がこの死生観です。夜ご飯をいただきに昨日と同じレストランに参りました。エジプトはアフリカ大陸に位置しながらも、ギリシャとイタリアの影響も強く受けている印象で、さらに中東の文化も混じり合い、多様性を感じます。今夜も素晴らしいディナーでした。3泊という時間はあっという間で、旅立ちの朝となりました。日の出前のまだ薄暗いレストランで最後の朝食をいただきます。こちらのホテルのおかげで上質なエジプト旅行を実現できました。名残惜しさはつきませんが、そろそろ次の目的地へ向かう時間です。
チェックアウトを済ませ、華やかな玄関を後にします。ホテルの送迎車に乗り込み、アスワン空港へと向かいます。車窓から流れるアスワンの街並みや乾いた空気感、この滞在で出会った景色を目に焼き付けながらのドライブです。アスワン空港からエジプトの首都カイロへ、国内線で約1時間半のフライトはナイル川を北上する空の旅です。カイロでもホテルの送迎車が私たちを迎えてくれます。大エジプト博物館へ送り届けていただくようお願いしていました。大エジプト博物館は日本が資金面と技術面の両方で多大なる支援を行い完成した博物館です。単独の国による文化遺産支援としては世界最大規模の支援を行いました。金銭面の支援にとどまらず、日本の専門家が現地に入り、世界最高峰の文化財保護・保存修復技術の提供をしています。ハード面でも日本の民間企業が深く関わっています。貴重な遺物の梱包・輸送は日本通運が担当。日本の繊細な梱包技術は壊れやすい古代の品を安全に運ぶのに役立ちました。セキュリティを東芝が担当。来場者と貴重な展示品を守るため最新のセキュリティシステムを導入しています。10万点を超える収蔵品を管理するデータベースなどの IT 分野は三菱総合研究所が担当。展示ケース及び建物外壁の特殊ガラスは ACC が担当。反射を極限まで抑え、紫外線や衝撃から守る高機能なガラスが使われています。巨大で複雑な博物館の建築を安全にかつ計画通りに進めるためのプロジェクト全体の管理は日本構造橋梁研究所が主導しました。今お話ししたようにたくさんの日本企業がハード面を支え、さらに日本の大学や考古学者、研究機関は学術、技術、人材育成などのソフト面を支えました。仏教美術などの修復で培われた日本の繊細な技術をエジプトの古代遺物に転用しました。例えば、数千年前の脆くなった木材や紙をどう補強するかといった高度な判断に日本の知見が注がれています。目玉の一つは、ピラミッドの足元で4500年間眠っていた太陽の船。現在展示してあるのが第1の船、修復中なのが第2の船です。第2の船を発見し、復元という難事業に挑んだのは吉村作治教授率いる日本のチーム。この数年のみ修復作業をライブで見ることができるのです。そしてやはり非常に感動したのがツタンカーメンギャラリーです。1922年の発見から100年以上の時を経て、今私たちは歴史的な瞬間に立ち会っています。大エジプト博物館のツタンカーメンギャラリーでは史上初めて5400点を超える副葬品の全コレクションが一堂に会しています。かつてこれらの遺物はカイロの旧博物館やルクソールなど国内各地に分散して保管されていました。し
かし現在、広大なこの展示スペースには、すべての品々が当時の輝きそのままに並んでいます。窓の向こうにそびえる本物のピラミッドを借景に、古代エジプトの美学が今、最高の形で結実しました。人類の遺産が一つの場所に。この圧倒的なスケールと輝きをぜひその目で確かめていただきたいです。本日から2泊滞在するマリオットメナハウスカイロに到着しました。この建物の始まりは1869年に遡ります。もともとはエジプト総督イスマイルパシャが趣味の時間を過ごすための狩猟用ロッジとして建てたものでした。同年、スエズ運河の開通を祝うために訪れる世界各国の王侯貴族を迎え入れる迎賓館として拡張され、1886年にホテルへと生まれ変わりました。メナハウスのメナは古代エジプト第一王朝の伝説的な始祖メネス王に由来しています。今回は最上級客室のピラミッドスイートを予約しました。客室面積は約80平方メートル。扉を開けて、まず最初のお部屋がベッドルームです。テラスの向こうに広がるのは、このホテルならではの絶景。大迫力のピラミッドが目の前に現れます。朝目覚めて最初に目にするのがピラミッドの景色だなんて、これ以上の贅沢はありませんよね。ベッドのお隣にはゆったりと腰掛けられるソファーが配置されています。ベッドはキングサイズが1台。白を基調とした清潔感あふれるリネンが旅の疲れを優しく癒してくれそうです。続いてベッドルームに隣接する水回りを見ていきましょう。大理石があしらわれた高級感のあるデザインでバスタブも完備。続いてはお隣のリビングルームへと向かいましょう。リビングルームも広々としていて、インテリアも気品に満ちています。こうして椅子に座りながら、ただじっとピラミッドを眺める。教科書や写真でしか見たことがなかったあのピラミッドを自分のお部屋から好きな時に好きなだけ眺められるなんて感激です。壁側にはテレビ、サイドにはコーヒーセットが用意されています。コーヒーマシンは入り、リビング側にもベッドルームと全く同じ作りのバスルームとトイレが備わっています。お風呂が2つある贅沢な間取りは2人での滞在でもお互いのペースを乱さずに過ごせて快適です。一日の終わりにゆっくりとお湯に浸かってリラックスできるのは嬉しいポイントです。ピラミッドスイートの宿泊者はクラブラウンジも利用できます。お食事とアルコールを含むお飲み物をいつでも無料でいただけます。
マリオットメナハウス開催初日のディナーはホテル内にあるインド料理店ザ・モグールルームを予約しました。店名のモグールはかつてインドを支配したムガル帝国のことを指しており、本場インドの宮廷料理をいただけます。エジプト最高峰のインド料理店と名高いレストランで、宿泊者以外のゲストも多く訪れますので予約は必須です。ムガル料理は単にスパイシーではなく、香りが何層にも重なるようなエレガントで芳醇なスパイス使いが特徴で、しばしば高貴な味と表現されます。私はエジプト産の白ワインを注文しました。非常にレベルの高い味わいで驚いています。お料理が到着しました。ナイフを入れるとサクッと心地よい音が響くほどサクサクの寒さ。お肉がとても柔らかい鶏肉のティッカ。こちらの名物料理のコク深いバターチキンカレーです。香りの良いサフランライスとふっくらと焼き上がったナンといただきます。どれも間違いないお味で本当に美味しいです。エジプトで味わう洗練されたインド料理。ピラミッドの余韻に浸りながら最高に贅沢なディナータイムになりました。帰りにまたクラブラウンジに寄ってみました。ディナータイムは夕方に来た時よりもさらに豪華な品揃えになっています。無料でいただけるなんてすごいです。本日は午前中にピラミッドのツアーを予約してあります。エジプト在住の日本人ガイドさんを事前に手配しました。ピラミッドへ行く前に朝ごはんをいただきます。最高の景色のお席にご案内していただけました。さすが大型ホテルという種類の豊富な朝食ブッフェ。ひよこ豆やナスなどのペースト系ときなこ状のごまをまとめたようなお菓子とエジプト風のパイが特に気に入りました。ギザのピラミッド群は人類史上最も謎に満ちた建造物の一つです。古代にはピラミッドの近くまで川が流れており、今も地下には水脈があります。まず最初に訪れたのは河岸神殿。亡くなった王の遺体をピラミッドへ収める前、ミイラ作りと浄化を行う場所でした。地震にも耐えうるよう横ずれ縦ずれが起こらない設計になっており、精密に切り出された岩が寸分の狂いなく噛み合っています。人間の頭とライオンの体を持つスフィンクス。スフィンクスに尻尾はあるでしょうか？正解はありました。スフィンクスは一枚岩から作られた世界最大の彫刻。岩を積み上げたのではなく、巨岩を削り出して作られています。
敷地内は非常に広いですが、無料のバスで移動でき便利でした。三大ピラミッドの中で最大のクフ王のピラミッドに到着です。今から4500年以上も前、紀元前2550年頃に建てられました。世界の七不思議の中で唯一現存する建造物です。ポーノマに向かう途中、突如として現れる巨大な吹き抜けの傾斜通路。内側に向かって岩を少しずつせり出させ、重圧を拡散するなど高度な技術が使われています。ピラミッド内部で最も神聖な大の間。科学的に解明されていない謎が集中している場所です。この部屋は約 700km も離れたアスワンから運ばれた赤色の花崗岩で埋め尽くされています。石棺からミイラや副葬品は見つかっておらず、この場所がお墓なのか別の目的があったのかは分かっていません。南北にある通気口のようなものの先にはそれぞれ重要な星が位置しています。世界最強のパワースポットと言われるピラミッド。実際に訪れた後に人生が激変した運気が上がったというエピソードが昔から数多く存在します。私も現地に来てみてすごくパワーをもらいましたし、圧倒的なスケールに感激しました。ガイドさんのおかげで楽しく有意義に見学することができ、感謝です。ホテルに戻って少し休憩をしてから今度は街に出かけます。現地のスーパー見学、物価調査のコーナーです。ハイブランドの香水の原料はほとんどがエジプト産なのだそうです。野菜や果物は日本の10分の1以下、牛乳1リットルは170円ぐらい、10個入り卵パックは180円ぐらいです。違うスーパーにも来てみました。エジプトは砂漠の国のイメージですが、質量ともに圧倒的な農水畜産大国です。地中海と紅海、2つの海に面し、ナイル川が流れているため、魚介類も豊富に揃います。エビは 100g で120円、ティラピアは 100g で27円ほどの価格です。今夜はホテル内のイタリアンレストランでディナーをします。スタッフの方の温かいホスピタリティが心を解きほぐしてくれました。お待ちかねのお料理は抜群の美味しさです。エジプトの太陽が育てた野菜の旨味が最高のミネストローネ。地中海の鮮魚とナスの旨味が重なるスパゲッティ。ロブスターにピスタチオが香る至福のリングイネ。食後はクラブラウンジに寄りました。エジプトで過ごす最後の朝を迎えました。溢れる歴史の凄さとどこを切り取っても絵になる異国感。と
にかく見どころが満載で、毎日ワクワクが止まりませんでした。エジプトでのお食事は素材が美味しくて辛さは全然なく、食べやすいものが多くて塩味もちょうど良かったです。12時にチェックアウトしてプールサイドでゆっくりしてから空港近くのホテルを1泊分予約しておきましたので、夜23時35分の東京行きのフライトまでホテルで過ごしました。東京とカイロをつなぐエジプト航空の直行便は行きも帰りも夜便でぐっすり寝られるところが嬉しいです。自然に入眠できる時間帯で目が覚めた頃に到着するため、体の負担が少ないように感じました。さようならエジプト。袋便も機内食はパスし、しっかり8時間熟睡。気がつくともう韓国のあたりを飛んでいました。今回思い切って足を運んだエジプト。結論から申し上げますと、本当に行ってよかったです。もし今迷われている方がいらっしゃいましたら、私は自信を持っておすすめしたいです。大人に名分の旅費の総額は261万314円でした。私がエジプト旅行で特に良いと感じた点は、1、歴史的価値の高い遺産が密集しており、見どころが尽きないこと。2、多くの国を訪れた経験があっても、新鮮な衝撃を受けられること。3、直行便があり、移動の難易度が低いこと。4、世界的な5つ星リゾートが充実しており、優雅な滞在が叶うことです。この動画をお楽しみいただけましたら、いいねやコメントをぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。